여러분 안녕하세요. 재윤입니다. 우선 건니치와 재윤です. 새해 복 많이 받으세요. 明けましておめでとうございます。2023年が明けまして、今年もよろしくお願いします。例年いつものように目標と、あと私のノーションをお見せしたいと思います。いきなりノーションなんでって感じなんですけど、私はいつも目標とかあとスケジュールとか学校関連のこととかも全部ノーションに私は一つ管理をしているので、ノーションを開いてからみんなと一緒に見ていこうと思います。普段みんなからも、あと私の友達からもジェーンってどうやってノーション使ってるの、テンプレあるとかよく聞かれるので、この機会にお見せしようと思います。収録しました。ノーションはコンピューターと携帯と iPad どのデバイスからでも見れるんですけど、私はコンピューターで使うことが多いです. 계속 말을 하기 때문에 자막을 이렇게 쓰는 게 너무 힘들단 말이에요. 제가 말이 너무 많아서 그런지. 일단 제가 말은 일본어로 하고 자막 처리는 제가 한국어로 하겠습니다. 그래서 지금부터 일본어로 할게요. 네. 맞대, 또 설은 너무 길다. 바로 들어가겠습니다. 私のノーションページになります。で、Life, YouTube, Academic, Learn, Explore, and Reflect プロジェクトっていうカテゴリーに分けて私はノーションを使い分けてます。So 2022 Goals in Review、 本当に軽くこのページをちょっと見てみたいと思います。カレンダーを1月から遡って書いたんですけど、本当にいろんなことやったなと。例えば What experiences did I have this year、 北九州で観光したいろんなネイルに挑戦したとかあとハヨンと都内でのルックブック撮影大変だったけど It came out really good だったから、そう撮ってみたい。近々ルックブック1個あげるので、どういう風に今ルックブックを撮ろうかなってすごい悩んでるんですけど、またこれチャレンジしてみたいです。 I'll buy my top learning this year。 チームワークの作り方、それぞれ持ってる得意分野って違うじゃないですか。得意分野をどれぐらい引き出せるのかで、いいチームとそうでもないチームで分かれるなって思いました。티를 안 내지만 그렇게 해서 뒤에서 이렇게 잘 이끌어주는 그런 걸 잘하는 애가 있더라고요. 많이 배웠어요, 그 친구한테. 去年の振り返りをちょっとしてみました。はい。2023年の目標はですね、で連目標ってところを見ます。2ってところから。運動してますかってよく聞かれるんですけど、私全然運動してないんです。ジムではないんですけど、だから여기スペースあるので、ここの下にベッドカーブをやりたいと思います。絶対やります。いろんなメニューバーが出てくるんですけど、これで色とかも変えられちゃうんですね。こういう風にイエイで誰かと共有してるページでよく使う機能ですね。私はこれよく使ってます。スキル、ここはですね、Final Cut Pro のプロになる。運転免許取るって書いてあるんですけど、私マジで春休みに取りたいと思います。絶対取るので。Personal Projects、英語の授業を積極的に取る。私の学部が国際経営学科なんですけど、英語でそのビジネスを学ぶっていうそういう学科で、学部のよく紹介文みたいな、私たちの学科は 70% 以上が英語ですみたいな風に書いてあって、私もそれにちょっと惚れてから入ったんですけど、実際は自分で英語で開講してる科目を取らないと 70% 以上にならないです。全部日本語の授業を取ってる人もいるし、逆に英語オンリーだけの授業を取ってる人もいるので、本当に It's up to you って感じです。私も結構今は半分半分、なんなら日本語が多めな授業を取ってるので、今年はちょっとね、英語の授業もたくさん取っていきたいなっていう風に思ってます。私がやってるプロジェクトが今3つあるんですけど、まだもうちょい準備してるプロジェクトなので、これはまだ世界に出せないやつですね。世界って言っちゃった。そうですね、アカデミックに関してはこんな感じで、別に私が会計士になりたいとかじゃないんですけど、ただその知識を知ってることと知らないのでは全然違うと思うので、今後社会に出たらある程度知っとこうっていう意味で私はそういうゼミを選んだんですよ。なんですけど、もうちょっと頑張りたい、ここの分野は。読みたいなと思って買った本が저렇게 수두룩이나 많은데 아직 안 읽었어요. 그래서 일단 쟤네들을 먼저 다 읽고 3冊を1ヶ月に読んでいこうという風に다짐을 했습니다. One video a week。 1週間に1回の動画も結構さ、少ないですよ普通に。これはいい YouTuber じゃないですけど、ここら辺は1週間に1回動画を投稿する形で頑張りたいと思います。あとホビーなんですけど、私陶芸をやりたいなと。SNS とかに影響されて엄청 감성적이게陶芸だけをしてるそのリールが엄청 뜨는데、それを見てるとなんか私もやってみたいなっていう気持ちになって書きました。大学の友達とかも陶芸やらないみたいな
話をしてるので、今年中にちょっとやってみたいと思います。あとヨーロッパと北米、東南アジアに1回ずつ遊びに行くって書いたんですけど、本当に진짜今年こそ行きたいです、海外に。はい、こんな感じで私の今年の目標を書いてみました。なんか目標っていうよりはやりたいことリストとか、私が続けたいこと中心かなって思います。なんかそっち系だよね、どっちかというと。배터리가 끼쳤대. 疲れちゃったのでパジャマに着替えた後ちょっと분위기를 전환시키려고 안グルもちょっと書いてみました。今からこれでいきたいと思います。普段どうやってノーション使ってるのか、私すごくたくさん聞かれるので、学校とか日程管理する時のノーションページをみんなにお見せしようと思います。これ簡単に作れちゃうので、みんなも多分真似して作れると思います。じゃあ画面収録をしたいと思います。さっきはここのゴールプランニングっていうところを見たんですけど、からはちょっとウィークリートゥドゥをみんなと一緒に見ていきたいと思います。21年の8月からずっとここで使ってます。だからここのページにはですね、4週分の日程が入ります。上下2段にはその日の大事なものを書いてきます。でウィーケンドのところに Saturday と Sunday を書きます。だいたい日曜日の夜とかにここのリストを全部完成させて1週間を始めるスタイルでやってるんですけど、これちなみに日本語バージョンもあるので一緒に概要欄に貼っておきます。以上、ウィークリートゥドゥでした。どうやってこのページを作るのかっていう質問も来たんですけど、作り方としてはめちゃくちゃ簡単で、この文字ベタ打ちしたところにこの点々メニューを押して Turning to 転換するっていう意味なんですけど、これをページに転換するってやつでページに押します。普通の文だったのがページに変わりました。ここになんか2つあるんですけど、点々はこの文字に対するメニューバーって感じです。でこのプラスはこの文字じゃなくて文字以下のこの空間に対するメニューバーって考えればいいと思います。メニューの数も結構違ってきますね。プラスを押すともっといろんなメニューが出てきます。例えばこのデータベースの機能がすごくいいんですよ。本当にいい。これはなんかいろいろ作れます。テーブルとかも作れるし、ボード、ギャラリービュー、私がよく使うのがこのギャラリービューですね。授業ノートみたいな。メディアの部分行くと自分の入れたいイメージとかブックマークとか動画、オーディオ、プログラミングのコードとかも入れられるらしいです。こういう風にページをどんどん作っていけばいいというわけです。はい、授業ノートをどこに書いてますかって質問が来るんですけど、授業ノートも全部ノーションでやってます。このクラスノート2ってところに、やってます。じゃじゃん。もう科目は全部このようにさっきお見せしたギャラリービューで全部管理をしてます。だからスタディーノートとかも全部こういう風に作ってます。ノートテイキングとかほぼ全部コンピューターでやってるのですごい便利です。ノートとかどうやって取ってるんですかっていう質問に対しての答えでした。であともう一つはなんかプロダクションをちょっと見たいと思います。この撮りたい動画とか、あと今まで作った動画のなんかまとめとかをしてるページなんですね。アイディアあったらここに追加してきます。東京デート Be in progress、進行中の、動画とかアイデアはドラッグしながらこうやって動かしていくって感じですね。撮り終わったよってなったら、こうやって動かして、それ撮り終わって今編集してるやつだったらこうやって無事世に出し終えたよみたいなだったらで終わらせるって感じですね。こういう表の使い方もあるよっていうことでお見せしました。形はボードビューっていう、形になります。プロジェクトとか管理するのにすごく便利な表になります。最後にですね、みんなにお見せしたいのは With You っていうトラベルインスポ by Jane っていうページをお見せしたいと思います。日本国内とかあと韓国も行ってきたのですごいいいなって思うところとか、よく行くカフェとかの、紹介ページを作ってみました。東京でおすすめのご飯屋さんとかカフェを教えてくださいっていう質問が本当にたくさん来るので、このページを見ていただければいいかなと思って作ってみました。2022년에 제가 갔다 온 곳이 도쿄랑 오키나와 코리아인데 아직 도쿄밖에 안 만들었어요. 도쿄는 뭐 갔다기보다는 제가 여기서 계속 살기 때문에 도쿄 이걸 한번 만들어봤습니다.
手間暇かけて作ったんですけど、このアイコンもりなぽんが作ってくれたんですよ。このアイコンめっちゃ可愛くないですか？本当に東京来たらこの音楽聴きながらちょっと観光してみてくださいっていう気持ちで追加してみました。さっき紹介したボードビューでこれ作ってみました。ちなみにこれ全部ただのリストじゃなくて、これ全部ページになってるので、これ押したらまたページになってます。私の結構最初らへんの動画見た方は分かると思います。高円寺行った時の Vlog があるんですけど、めっちゃ昔、ここに私の YouTube の動画も貼り付けました。ちなみに高円寺って도쿄 중에서도 제가 제일 좋아하는 장소이기도 해요. 도쿄의 빈티지 성지인데 친구들이랑 이제 놀러 갈 때는 코엔지나 시모키타자에 많이 놀러 갔었어요. 그래서 도쿄 오신다면 코엔지를 한번 가보시는 거 완전 추천드려요. ちなみに私台湾に行くんですよ、今年。楽しみすぎて私のところにすでに入れちゃったので、だったら必ずここもページ作るのでぜひ見てください。ということで東京すぐリリースするので、ぜひ、参考にしていただければと思います。私もよくインスタで情報を流したりするのがすごく多いので、インスタもぜひチェックしてみてください。以上です。みんな올해도 달려가봅시다. Anyway, bye! あと5秒ぐらいで切れそう。お疲れ様です。バイ! 잘 자요.